皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢を軸にしつつも、世界情勢全体の気になる話題をそれぞれ追っていこうと思います。物理的にかなり離れた場所で起こっている出来事が、いろんなところで作用し合うのが国際情勢の難しいところです。ぜひとも情報の更新にこの動画を役立ててください。それではまずは忘れてはならないのが、こうやって話している間にも、ウクライナとロシア軍との戦いは続いています。そのことを忘れないためにも、前線から届いている情報から確認しておきましょう。2022年から始まったロシア軍による全面侵攻。この戦いは非常に長期化しています。その中で従来とは異なった戦術が取られるようになりました。それが小型ドローンの幅広い運用です。従来戦車は対戦車ミサイルやもしくは遠距離からのミサイル攻撃などが天敵となっていました。これに加えて現在の戦場においては小型ドローンが非常に幅広く用いられています。偵察監視や攻撃、また一部においては係留物については輸送任務も担うようになっています。そうした状況下に対応するためにロシア軍が戦車に工夫を施しています。それが覆いをつけることです。がっちりと甲羅で守っているかのような姿のことから亀戦車といった名称も付けられています。ただ、どのようにして守るかについては様々な試行錯誤が行われています。こちらの写真はロシア軍の歩兵戦闘車です。これまでロシア軍は板や網といったものを用いてドローンを防ごうとしてきました。これに新たなバージョンが追加されました。それがハリネズミのようにより多くの引っかかりを作ることです。車両からわらわらっと出ているこの線のようなものは鉄線のような少し硬めの棒であり、ドローンが引っかかれば走行からちょっと離れたところで爆発が起きるようになっています。一体何が正解なのかはまだまだ定まることはないでしょう。さて、それではロシア軍の攻撃の様子を見ておきましょう。ウクライナ軍のドローンが戦場を監視し、迎撃対応を映像で残しています。ロシア軍の戦車はいずれもドローン対策として金網や板などをつけている亀戦車が揃っています。ただし、何発かは耐えることができるものの、絶対無敵というような防御力を誇るわけではありません。足が止められれば、その後は何発も何発もドローンがやってきて、最後にとどめを刺すといった形で迎撃を行っています。また、爆発物を落下させるといった攻撃も継続的に行われています。以前より少し進歩しているのは、より重たいものについても運べるようになったことでしょう。続いて、ヨーロッパで第二次世界大戦の戦勝記念日パレードなどが行われているようなので、この関連の記事などを見ておきます。ウクライナ軍、ロンドンの戦勝80年記念パレードに参加。イギリスで行われたヨーロッパ戦勝記念日 VE デーパレードの様子がこちら。かなりの人々が集まっていることがわかります。このパレードに現在イギリスで訓練を受けているウクライナ軍新兵らが参加しました。現在ヨーロッパ各国でウクライナ軍の新兵を訓練する軍事支援を行っています。ウクライナ軍の参加にあたってヒーリーイギリス国防相は式典にて第二次世界大戦以来ヨーロッパで初めての全面戦争が続く中、現在自由の最前線で戦っているウクライナ軍がこの場にいることは適切だ。戦勝80周年にあたり私たちは戦争の大義軍人、いわば最も偉大な世代を称える。私たちは彼らの精神が私たちの軍だけでなく価値観と団結の力への精神の中にも生き続けるようにすると発言した。そしてパレードにおいては国旗を掲げたウクライナ部隊がイギリスの王室と政界要人の座る観覧席を通過した際にはチャールズ国王から軍令を受け、また観客席からも大きな拍手が沸きました。ヨーロッパ各国における戦勝記念日は若干のズレがあります。イギリスは5月8日を戦勝記念日として設定し、ソ連においては5月9日に戦勝記念日を設定しています。そしてプーチン大統領としてはこの戦勝記念日を利用してウクライナに対する戦果を誇りたいところですが、ウクライナが黙って見ているわけではありません。BBC の記事より、モスクワ市内の全空港を閉鎖、ウクライナによる2夜連続のドローン攻撃受け、ロシアは首都モスクワが2夜連続でウクライナの無人機攻撃の標的になったと発表した。ロシア連邦航空局はモスクワ市内の4つの主要空港すべてを安全確保のため一時的に閉鎖したと発表している。ただし、モスクワの市長は19機のウクライナのドローンが様々な方向から市内に到達する前に破壊されたと発表した。破片の一部は市内に続く主要幹線道路の一つに落下したが死傷者はいなかったとしている。また
ロシア西部クルスク州に新たなウクライナ軍の越境攻撃があったとの報告が上がっている。一方、ロシア軍もウクライナに対するドローン攻撃を継続的に行っています。大型ドローンシャヘドの嵐が北部のハルキウ州と南部オデーサを襲って火災が猛威を振るい死傷者が増加しているとキーウポストが記事を上げていました。イギリスで行われた戦勝記念日パレードは平穏無事に終わりました。しかし、これから行われるロシアにおける対ドイツ戦の戦勝記念日パレードは無事に終わるかどうか全く見通せません。なぜならば、ウクライナとしては妨害することにメリットがあるからです。プーチン大統領としては、この行事を通して自分たちのつながりのある政治指導者や政府高官らを招いて、ロシアの軍事力が健在であるといったことを示す外交の場として利用したいはずです。しかし、ウクライナとしてはこれを妨害することのメリットがあります。まず第一にそのようなロシアの力が健在だぞといったことを見せようというのであれば、いやそうじゃないんじゃないかという疑問を投げかけることができるわけです。例えばそれが散発的ではあるけれども、大型のドローンがモスクワ周辺に飛来し、騒ぎを起こしていることです。防備がしっかりと固められているのであれば、そもそもモスクワ上空で迎撃するのではなく、もっと前線に近いところで撃ち落とせば良いはずです。それができないというのであれば、やはりロシア軍の防空体制に問題があるのではないかということを思わせることができるわけです。そして、迎撃体制をしっかりと整えるということは、それだけ防空部隊を前線からモスクワ周辺へとかき集めておく必要があります。実際、プーチン大統領はこの軍事パレードの期間においては3日間一方的に停戦を表明したことがあります。プーチン大統領にしてみれば、その3日間の停戦期間中に前線から防空部隊を呼び寄せ、そしてパレードが終わったら前線へと送り返す。自分たちにとってだけ都合の良い停戦といったものを求めたわけです。当然そのようなロシア側にとってだけ意味のある停戦といったものは成立しません。ウクライナとしてはこれからも散発的にドローンを放って軍事パレードには出席しない方がいいよと世界各国の指導者に対して呼びかけを行い続けることでしょう。続いて、ちょっとびっくりしたニュースが入りました。ドイツメルツ氏首相に選ばれず、議会投票で過半数届かず異例。NHK の記事より、ドイツの連邦議会では、今年2月の総選挙で勝利したキリスト教民主社会同盟のメルツ氏を首相に選ぶ投票が行われました。しかし、賛成が選出に必要な過半数にわずかに足らず、首相に選ばれませんでした。これまでの首相が1回目の投票で選ばれなかったことはなく、異例の事態です。連立を組む社会民主党の一部議員が造反した可能性。ただ、誰が反対票を投じたのかは明らかになっていないため、議会は混乱しています。ドイツの憲法にあたる基本法では、議会は2週間以内に改めて投票を行うことができ、メルシ氏が首相に就任し、新政権を発足させられるのか、議会の対応が焦点となります。今の国際情勢でなかったとすれば、このドイツのニュースは特に言及する必要のなかったものです。しかし、現在の情勢下においては、ドイツ政治の混乱といったものは、直接的にウクライナ情勢にも関わりがあります。何しろアメリカのトランプ政権はバイデン政権に比べて、はるかに軍事支援を絞っています。そのため、単一国家としては、ウクライナ支援第一位に躍り出るのはドイツとなります。現在のトランプ政権のお金を出してくれれば、物品販売や整備サービスなどについて契約しても良いというような姿勢は、イギリス、フランス、イタリアなどよりもはるかに軍事支援のレベルとしては下になってしまうでしょう。その分、ドイツにはウクライナ支援を頑張ってほしいのですが、今回の政治的な混乱は足を引っ張るものです。メルシ氏は従来のドイツに比べて積極的に安全保障問題に取り組むことを掲げています。そのために予算が必要だとして憲法の改正も実施しました。ところが、連立政権の枠組みであれば、みんながみんな賛成票を投じてくれれば首相になれるところが今回否決されてしまいました。この背景にあるのが、ドイツ国内における政治の不安定化という問題があります。ドイツはメルケル政権時代に移民・難民を大量に国内に入れました。ドイツの経済界はそれらの人たちを労働力として積極的に活用し、ドイツ経済の発展に役立てるとしていました。ロシアからは大量に安い天然ガスを輸入し、その安いエネルギーコストと安い労働コストといったものを利用して輸出品物を生産し、中国やヨーロッパ域内における経済力の劣る国に対して積極的に販売し、利益を上げてきました。EU という枠組みを最大限に利用して、ドイツは
経済的な勝ち組になったわけです。ところが現在このビジネスモデルは全く機能していません。ロシアから入れていた安い天然ガスは今では使えなくなりましたし、それに代わる自然エネルギーは非常に高額なもので、ドイツの国民生活と経済界に対して多大なコスト負担を強いています。そして大量に入れた移民難民の人たちは不安定化する経済にとってはデメリットが最大化してしまいます。文化的な衝突もあれば治安問題などもありますし、もともと住んでいた人たちの移民に対する反発心を最大化させてしまう状況といったものが今ドイツ国内で起こっているわけです。それは政治においても大きく反映されます。そして重要なのはどこの国においてもそうなのですが、国民の関心事はまず自分たちの安心安全、そして日々の暮らしに直結する話題が重要です。国際情勢というのは基本的には2番目、3番目、4番目、5番目ぐらいな形で、決して政治に求める主要課題ではありません。それは、ロシアによるウクライナ侵略という目の前で戦争が起こっていて、しかもその戦火がヨーロッパ全域に広がる可能性があるというような状況であってもです。今回政権の枠組み全員で賛成票を投じていれば、メルシ氏は首相になっていたはずですが、今回はそうはなりませんでした。この政治の混乱が速やかに収拾され、政権が発足されれば、ウクライナ支援が少なくとも以前よりは確実に本格化します。それだけに、このつまずきが長引かないことを願うばかりです。最後に、日本の安全保障問題、国際情勢と同様に、日本にも危機が迫っています。産経新聞の記事より、尖閣、中国機の領空侵入で新たなフェーズに G 行為の転換点となる可能性も。尖閣諸島周辺で領海に侵入した中国海警局の船4隻のうち1隻からヘリコプター1機が飛び立ち領空を侵犯した。前例のない動きで専門家は新たな段階に入ったと言えると警戒。中国側による示威行為の転換点となる可能性もある。中国海警局のヘリは海警2303の飛行甲板から飛び立ち、約15分間にわたって領空内を飛行した。今月3月24日には通常4隻で船団を組んでいる中国海警船が一時2倍の8隻体制となるなど、中国側はサラミを薄く切るように活動レベルを引き上げ、圧力を強めるサラミスライス戦術を展開しており、今回もその一環とみられる。海警局は2013年、海保と同じ法執行機関として再編設立されたが、2018年に中央軍事委員会の指揮下にある人民武装警察部隊に組み入れられ、近年は中国海軍のフリゲート艦を白く塗り替えて改修した転用船の配備も目立つ。巡視船の甲板を貫通する能力を持つとされる 76mm 砲の搭載が確認されるなど、海警船の武装化が進んでいる。一方、海上保安庁では、中国海警船や台湾有事の住民避難などを想定し、令和11年での収益を目指し、過去最大の多目的巡視船を建造する計画を進めている。中国は尖閣諸島は自分たちのものだと表明しています。ですから自分たちの領土、領海、領空なんだから日本側の動きに対して自分たちには領空侵犯だと警告を与えるその権利があると主張しています。日本側は外交的にはこれに抗議したと伝えられていますが、口だけ言ってなんとかなるような話ではありません。今の国際情勢下において大事なのは、話し合いを求めるぞといった姿勢が全く意味をなさなくなるであろうという状況が生まれつつあることです。軍事力を用いて自分たちの言うことを聞かせることが、もはやスタンダードになるかもしれない、そんな危険な状態に今の国際情勢はなっています。ただし、中国海警の船が尖閣諸島周辺に居座っていることからもわかるように、中国は軍事力ではなく、それ以外の力を持って尖閣諸島を自分たちのものだと主張しようとしています。中国海警は人民解放軍ではありません。日本で言えば海上保安庁に該当するものです。しかし、記事の中でも指摘されているように、実質的には軍の意向を受けて行動しており、また、その装備品についていっても、軍に準ずるものを十分備えている状態です。年々、中国海警の船は大型化しており、しかもそのような大型船が何隻も何隻もある状態となって船団を組みますから、年間を通しても尖閣諸島周辺にずっと中国海警が居座っている状態です。そのうち中国側が一般人を装った兵士らを尖閣諸島などに上陸させ、それに続いて中国海警の人間が
上陸するなどすれば、今の日本政府はほとんど手出しができない危険性があります。だからこそ、日本は覚悟を決めて、尖閣諸島に施設を作り、そこに人を常駐させることを考えるべきです。こうした話をすると中国側から軍事力を用いて攻撃してくる可能性があると非難する人が出てくるわけですが、今のままで放置すれば確実に中国側が尖閣諸島を奪いに来るのは避けられないでしょう。少なくとも現在の国際情勢においては、軍事力を使うことに対するハードルは非常に低くなっています。軍事力を用いて相手に言うことを聞かせることが、これから頻発しそうな状況下において、日本の話し合いを求めて何とか事態を解決させよう、もしくは先送りしようという姿勢は、状況をどんどん悪化させるようなことになっています。それと今回ちょっと具体的なニュースとしては取り上げるものがなかったのですが、私がインド・パキスタンの話についてちょっと毎回のように最後に取り上げるのは、国家間の戦争が起こりそうだというような危険性についての話だけではなく、そこに核兵器を保有していることもまた見逃してはなりません。今回の冒頭では第二次世界大戦の話があったわけですが、その第二次世界大戦で核兵器は実際に使用されました。しかし、以後の戦争においては、朝鮮戦争でも、ベトナム戦争でも、その他各国における戦争においても、核兵器は使用されてきませんでした。しかし、もしもインド・パキスタンの軍事衝突が国家間戦争へと発展し、核兵器を使用することへと発展すれば、核兵器が実際に使うための兵器として再定義されてしまいます。そのような時代へと突入すれば、核兵器を持つ国が攻め込めば、核兵器を持たない国が手出しできなくなるといった状況は簡単に想像できるはずです。国際秩序を崩壊させてしまう動きには、これに今のうちから手を打たなければならないという話をしているのは、そのように様々な事象が積み重なることによって状況が悪化することは、日本の国益にとって何の利益もないからです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヨーロッパにおいては第二次世界大戦の戦勝記念日といったものが訪れているわけですが、残念ながら今の国際情勢の変化というものは、世界各地での戦争勃発といったことも十分あり得るような、非常に不穏な状態へと悪化しています。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょう。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。